皆さん、こんにちは。今日は少しドキッとするような厳しい響きを持つことわざ、悪妻は100年の不作についてお話しします。この言葉の意味は、農業においてその年の収穫が良くない。不作は非常に辛いことではあっても、せいぜいその1年限りの不運で済みます。しかし、もし家庭を共にする妻が良くないと、その悪影響は夫が生きている間だけにとどまらず、子供や孫、さらにはその後の子孫の代々に至るまで長く暗い影を落としてしまうという非常に重い例えです。ここで言う悪妻とは単に性格の不一致といった個人的な問題だけを指すのではありません。かつての大家族制度や農村社会において家業を支え、次世代を教育し、家の伝統を守るという家の基盤としての役割を重視した表現でもあります。家庭の調和や運営が乱れれば、その家全体の運命が長きにわたって立ち行かなくなるという当時の社会ならではの危機感がこの言葉には込められています。資料によると、この100年という期間については時代や地域によっていくつかのバリエーションが存在します。明治時代の文献などでは60年や62年という具体的な数字を挙げている例もあります。60年といえば当時の感覚では人間の一生にほぼ相当する期間です。つまり一度きりの不作という一時的な不運とは比較にならないほど、人生における大きな選択がその後の運命を決定づけてしまうという重大さを強調しているわけです。この言葉は江戸時代の近世ことわざ集にも見られますが、近代に入っても昭和50年代の資料などで悪魔のことわざ辞典のような少し皮肉を交えた文脈で紹介されています。資料にはかかしの姿をした妻が描かれたイラストなどもあり、当時の人々がこの言葉を一種の社会風刺やユーモアを含んだ教訓として受け取っていた様子がうかがえます。現代の感覚からすれば、家庭の責任を一人の女性に結びつけるような表現には違和感を覚えるかもしれません。しかし、この言葉の根底にあるのは、家庭やパートナーシップという土台がいかに人生において大切かという普遍的な問いかけです。一時の不運は努力で乗り越えられても、共に歩む相手との関係や日々の積み重ねがおろそかになれば、その影響は非常に長く続く。そんな人生における基盤づくりの重要性を農業という身近な営みに例えて説いた厳しくも切実な知恵の言葉と言えるでしょう。今日のテーマは気に入っていただけましたか？よかったら SNS での拡散、チャンネル登録、高評価をお願いします。また今度好奇心の図書館でお会いしましょう。